統計情報のダッシュボードを作成する方法を説明します。ダッシュボードとは、収集したデータをグラフにして、わかりやすい形で可視化した画面のことです。パート1では、Python スクリプトを使用して、統計情報ウィンドウに新しいタブとレイアウトを作成します。モデリングタブを開きます。コンポーネント。新規を選択し、コンポーネントを作成します。ジオメトリー。フィーチャー。ブロックを選択し、ブロックを作成します。動作設定。ビヘイビア。その他。Python スクリプトを作成します。Python スクリプトダイアログが開くため、デフォルトで記述されているソースコードを1行目以外削除します。app=getApplication と記述し、アプリケーション情報を取得します。dash=app.dashboard と記述し、統計のダッシュボードを取得します。プリントダッシュと記述し、出力ウィンドウにダッシュボードの情報を表示します。コンパイルボタンをクリックします。出力ウィンドウにダッシュボードの情報が表示されます。プリント関数を削除します。tab=dash.selected tab と記述し、ダッシュボード内のタブを取得します。プリントタブと記述し、出力ウィンドウにタブの情報を表示します。コンパイルボタンをクリックします。出力ウィンドウにタブの情報が表示されます。プリント関数を削除します。layouts=tab.layouts と記述し、タブのレイアウト情報を取得します。プリントレイアウトと記述し、出力ウィンドウにタブのレイアウト情報を表示します。コンパイルボタンをクリックします。出力ウィンドウにタブのレイアウト情報が表示されます。タブのレイアウトはリストで表されていることがわかります。リストは、レイアウト名、表示名、列、行、列がまたがる数、行がまたがる数が定義されています。新しいレイアウトを作成します。プリント関数を削除します。ニューアンダーラインレイアウトという変数を作成し、変数にレイアウトの要素をリストとして格納します。リストを作成します。レイアウトの名前をイグザンプルにします。一つのレイアウト内に表やグラフを配置するためのエリアを2つ用意するため、リストの中にリストを2つ追加します。一つ目のリストの名前を A1、二つ目のリストの名前を A2 にします。A1 が配置されている列を0、行を0にします。レイアウト内でエリアが何行、何列にまたがるかを定義します。A1 は10列と5行にまたがるようにします。A2 は A1 の下に配置します。A2 が配置されている列を0にします。A1 で5行分使用しているため、A2 が配置されている行は5行にします。A2 は10列と5行にまたがるようにします。layouts.append new underline layout と記述し、新しいレイアウトをリストとして追加します。tab.layouts=layouts と記述し、追加したレイアウトをタブに戻します。コンパイルボタンをクリックします。ダッシュボードを確認します。ホームタブを開きます。統計情報を右クリックし、クイックアクセスツールバーへ追加します。統計情報のアイコンをクリックすると、統計情報のウィンドウが表示されます。レイアウトを選択を確認すると、A1 と A2 の名前がついたレイアウトが追加されていることがわかります。作成したレイアウトを選択すると、イグザンプルのレイアウト名と説明が表示されます。クリエイトボタンをクリックすると、A1 と A2 のエリアにグラフの選択肢が表示されます。列と行がまたがる数に制限はありません。レイアウトとエリアはダッシュボードのサイズに応じて拡大縮小されます。例えば、A1 を0、0、2、1、A2 を0、1、2、1にすると、先ほど設定したダッシュボードに比べてサイズが縮小されていることがわかります。
ダッシュボードに新しいタブを作成し、レイアウトを追加します。モデリングタブを開きます。Python スクリプトを開きます。7行目以下のソースコードをコメントアウトします。コメントアウトするには、アポストロフィーをコメントアウトしたいソースコードの最初と最後に3つずつつけます。new アンダーラインタブイコールダッシュドットクリエイトタブと記述し、ダッシュボードに新しいタブを作成します。第一引数はタブの名前を定義します。名前は example にします。第二引数は true にし、新しいタブをダッシュボードで選択したタブにできるようにします。new アンダーラインレイアウトをコピーし、new アンダーラインタブの下に貼り付けます。new アンダーラインタブドットレイアウトイコール new アンダーラインレイアウトと記述し、新しいタブに新しいレイアウトのみ追加します。コンパイルボタンをクリックします。統計情報のウィンドウを開くと、example のタブが追加されたことがわかります。example の名前のレイアウトのみ表示されています。統計情報のウィンドウを閉じます。再度統計情報のウィンドウを開くと、example のタブが追加されたままになっています。統計情報のタブをすべて閉じます。レイアウトを選択を確認すると、example のレイアウトは削除されます。統計情報のダッシュボードを作成する方法の説明は以上となります。ご視聴いただき、ありがとうございました。